今まで見たアニメで自分が一番ハマったものをちょっと聞いてるんですけど。外国人に見てほしいアニメ。いやもうそれはもう一緒。9まではぜひとも読んでいただきたい。もう9まで読んだらもう絶対次の10巻がもう読みたくてしょうがなくなると思うのでお願いします。9まで。皆さんどうですか？わかります？今ここ愛知県雪が降ってます。まさか撮影する前にこんな雪降るとは思わなかったんで、ちょっとパパッとイントロ撮りたいと思います。皆さんダンダダンって見たことありますか？最初タイトルからしてどんなアニメかなってちょっと興味があったんですけど、実際見てみたらすっごいハマってしまって、もう多分1日で全部見終わったと思います。ということで今回のテーマは、日本人に今まで見たアニメで一番ハマったアニメを聞いてきました。皆さんどうも、アクセルです。日本生まれ日本育ちのペルー人です。主に街中でインタビュー活動をしています。今後の活動のためにもチャンネル登録と高評価してもらえると、これからの動画作りの助けになるので、どうぞよろしくお願いします。それじゃ本編スタートです。今日聞いていくテーマがアニメについてなんですけど、今まで見たアニメで自分が一番ハマったものをちょっと聞いてるんですけど。人生の中でだと名探偵コナンですね。コナンしか見ないです。コナンしか見てないです。単純に小さい頃からずっと見てきたっていうのがあって、一番その視聴数だったり視聴時間が長いのがその作品ですね。洗濯物を畳みながらながらみながらみですね。もう本当にちゃんとは見ない。一番忍たまはもうずっと見てるのと、あとちょっと前なんですけどギルティークラウンとか東のエデンがすごい今でも好きです。ストーリーが好きだったなっていうのと、忍たまも毎日見てるんで、もうなんか自然と。私は配給が好きです。理由はアニメだとそのボールとか結構なんかバレーのことをちゃんと知ってるなっていう人が作ってると思うんで、なんかリアルで面白いです。ならお姉さんはなんかそのバレーを以前やられてたとか。バレー全然そういうわけでは。年齢と職業を教えてほしいです。年齢は33歳で、職業は TikToker でストリートスナップをやってますね。いやもうそれはもうワンピースしかないっしょ。もうワンピースですね。ワンピースですね。ワンピースよ。小学校の時からちょくちょく見てたんですけど、ちょっと大人になってからまたハマりだして、また一から見始めたって感じですね。やっぱりもう夢を与えてくれるとか、夢を目指すがこうワクワク感、先が見えない展開をもうどんどん見せてくれるっていうところですかね。考察してもそれが違うっていうのもありますから、先が見えない展開にやっぱりドキドキさせられてくるから自分は好きですね。ルフィがいるじゃないですか。そのルフィの仲間だけじゃなくて、他の海賊団の人たちもルフィのために一緒に協力したいっていう気持ちがあるじゃないですか。だからもうルフィを元にみんなが周りのみんなが変わっていってるっていう、成長していくっていうのが、そういうストーリーがやっぱ好きなんで、そこに魅力を感じましたね。みんなが一番好きなキャラクターとかなんかいますか？シャンクスっていう赤髪のキャラが一番好きですね。やっぱりルフィが一番好きです。やっぱそうですよね。鬼滅の刃とかですね。とにかく作画がむっちゃ綺麗な歌は、バトルシーンとかがもうすごくもう派手すぎて。ナルトですか？ナルト。僕はナルトですね。はい。友達が最初見てて、で一応友達からおすすめされて、一応見たらハマったっていう感じ。なるほどなるほど。すごいワールドワイドですごいいい作品ですよね。もうなんかもうちっちゃい頃からもうずっと多分みんな見てきてるし、読んできてるし、もう憧れみたいな感じのところもあって、もう多分根の奥底にずっとあるみたいな作品ですね。めちゃくちゃいいんですよ。カトン文化級できたもん。ハンターハンター。話も面白いし、キャラクターもみんないいし、もう全部全部。一番ハマったものをちょっと。セーラームーンかな。セーラームーンですか？セーラームーン。変わるよね、あれを見てると。私もセーラームーンがすごく大好きで、まず可愛い。可愛くてかっこいい。どっちも持ってる。私はフリーレンです、最近。キャラクターが可愛いし、話がすごく面白い。中学生ぐらいの年齢なのに可愛いんだけど、すごく変身した大人っぽくて、
そのミニスカートにブーツで変身する時にやっぱメイクアップって言ってるだけあってやっぱちょっと大人っぽくなったりするのがなんかすごい子供ながらにちょっとちょっと近づきたいなというか憧れみたいな。憧れはすごくありますね。ずーっと今でも。なるほどなるほど。GTO です。一番最初に好きになった漫画が GTO だったんで、鬼塚先生がかっこよすぎてあとなんか個人的にトイレの中に入り込んで捕まる先生いたじゃないですか。芋虫って呼ばれたあの人が結構好きでした。すごい気持ち悪くてキングダムっていうアニメが好きですね。キングダムは中国の昔の話なんですけど、中国がその7つの国に分かれてて、それを統一するために紛争する王様のお話っていう感じですね。やっぱり歴史ものなので戦闘のシーンが結構大掛かりやったりとか、万対万の人間がぶつかり合ったりするっていうのが好きですね。一番ハマったのは少女革命ウテナです。アクションもあり恋愛もあり人生観っていう感じの結構重たい感じのアニメ。重たい感じ。あと鋼の錬金術師。夢がないとこ。夢がないとこ。やっぱ現実的というか、やっぱこういうことをするにはこういうものがいるんだよっていうのをやっぱ今大人になって実感することが多いので、やっぱちょっと見てほしい作品ではあるかなと思います。イニシャル D もすごい好きで、車のアニメなんですけど、私イニシャル D とか見たりとか、お父さんが車好きの影響でミッション取ってもう乗ってます。ミッションで。そうなんですか。はい、マニュアルで乗ってて、もうドリフトはさすがにできないですけどでもスポーツカー乗りたいなっていうのはずっと思ってて、やっと乗れてる感じですね今。やっぱり子供の時はルパン三世、ドクタースランプ、ドラゴンボール、いいですね。誰ですかね。大人になってからはエヴァンゲリオンエヴァンゲリオンにすごいハマって、気づいたらハマってましたね。もう特になんていうか世界観が、子供なんてやっぱりまだ理屈はわからないじゃないですか。子供ながらに訴えてくるっていうか、でちょうど僕が子供の時再放送とかルパン三世はすごいしてたので、もう毎日のように見てた。私は結構どっぷりハマったのは意外とガンダムです。ガンダムシリーズの中でシードっていうガンダムシードってシリーズがあるんですけど、私は結構ガンプラ作るぐらいハマりました。もう作品の内容というか話の内容、すごいなんか引き込まれる内容だったり、ただ単になんかそのガンダムだけの戦いではなく、人間同士のそういうなんか深いなんかこういう関係性のああいうのがすごく面白くて、なんかいろいろなんかちょっと考えさせられるぐらいの深いアニメだなと思って、戦争を通した命のこの大切さとか尊さとかもすごく伝えられてる作品なんで、ぜひ見てほしい。いいですね。そうですね、僕はあんまりアニメとかちょっと見ないんで、ちょっと特に好きなのはないですね。今までもアニメとか漫画とかは全然見てこなかったって感じですか？そうですね、漫画とかも特には見てこなかったんで。今アニメまたやってるんですけど、僕のヒーローアカデミアっていうジャンプ作品のアニメなんですけど、あれがめちゃくちゃ好きで、今また新しいシーズン始まって、それも追いかけてます。一緒です僕も大好きなんですよ。お仲間さんもともとのヒーロー系のアニメってすごく惹かれて好きなんですけど、兄のおすすめで見たら本当になんかもうみんな一生懸命な姿に惹かれて、もうそこで本当にハマりました。いいです。ちなみになんか好きなキャラクターとかそういうのってありますか？はい、常闇文景くん、カラスの頭の男の子なんですけど、はい、あの子が本当に一番推しです。いいですね、確かに。はい、僕も能力使えるならダークシャドウ使いたい。かっこいいですよね。はい。なくなりそう。結構どうですか？日本人ってそういうアニメとか漫画って見られない人も結構いますか？最近なんか流行り始めて、昔まではなんかちょっとオタクって言葉があるんですけど、それがちょっとマイナスなイメージだったんですけど、今はポジティブななんかなんていうの、趣味があってすごい人だなみたいな感じで使われるんですけど、それが最近なんで、見られ始めたのも最近だと思います。外国人に見てほしい何かアニメとかあれば教えてほしいんですけど。外国人に見てほしいアニメ。やっぱもののけとか無視し。鬼太郎とか今いいかもしれないですね。日本の妖怪の話なので、向こうだとね、妖怪じゃなくて悪霊とか悪魔とかあっち系なんで、そういうのを考えたらちょっと面白いかもしれないです。日本の。はい。メジャーっていう野球アニメとか、あとスラムダンクも面白いですね。スラムダンクは面白いと思います。
結構なんか古いアニメですよね。確かに古いと思うんですけど、感動するし、ちょっとギャグみたいなの入ってて面白いからいいかなって。やっぱ日本文化を大切にしたものが多い作品なんですけど、もののけは今日本で映画化が今年ありますので、そうなんですか。そうなんですよ。ぜひ見てほしい。もう一個言ってた虫師、それはどういったアメコミ風だけどちょっと日本のなんですけど、パーティー&ストッキング with ガーターベルトっていうアニメが可愛いので、ちょっと汚いギャグもあるんですけどおすすめです。ジブリ寄りというか哲学的なとこもあるしっていう、結構考えさせられる。人情的と言いますか、人と人とのつながりと、あと霊的と言いますか、人間がちょっと関与できない生物との隣人との接し方っていうやっぱ日本文化の神様と近しいみたいな感じがあるので、で和風な作品なのでやっぱちょっと触れていただけると嬉しいかなって作品ではあります。約束のネバーランドっていうアニメは面白い、見てほしいかな。なかなかない珍しいストーリーなんで面白いかなっていう、ぜひ見てほしいですね。いいです。最近面白かったの俺だけレベルアップな件っていうやつで、漫画だと日本語だった部分が全部なんか英語とかに変えられてたんで、逆になんかアニメ分かりづらみたいなそうでもめっちゃ面白かったんで。そうなんですね。そう2期も決まってるんで、そう最近ハマったんで面白いと思います。やっぱジャンプ系ですかね。ジャンプ系。ジャンプ系のもう努力、戦う友情みたいな。なるほど。ヒロアカももちろんおすすめですし、私デジモンも好きなんで、デジモンもぜひハマってほしいです。いいですね、確かに。ブルーロックでサッカーがそうね、外国の方も好きだと思うので、サッカーのスポーツの漫画はいいと思う。熱い。さっきも言ったナルトとか、あとブリーチとかもあるんですけど、あれは着物だったりとか、その日本の文化が現れてるアニメだったりするので、外国の人に見て日本の文化も触れ合う機会になってくれたらいいと思います。私アニメじゃないけど、戦隊ヒーローとか仮面ライダーが結構好きで、それも変身して戦って、あれも結構日本独特のものやと思う。パワーレンジャーが海外やったら、それも日本の映像そのまま使って作ってたりもしてるから。確かにそう思うと日本のそういう戦隊ヒーロー系ってめちゃくちゃありますよね。そう、もう46作品とかになってるから歴史があって、戦うシーンもすごいかっこいいし、ドラマもあるし、見てほしい。最近のだと僕はチェーンソーマンが好きでしたね。あれもやっぱり世界観ですかね、ハマったのが。なんとなくちょっとこう悲しいっていうか、そういうのが僕の中で来るものがあってハマりましたね。ワートリですワールドトリガー、ちょっと今省略しちゃったんですけどワールドトリガーで今私たちもコスプレしてるんですけれど、SF のこうアクションアニメかな。ただ日常とほぼ同時進行に流れていくので、血だったりとかもう本当に戦いみたいなそういうのではなくて、誰かが傷つく、死んでしまうみたいなのはあまりない作品で、こう見ててほんわかするのもあるし、こうアクションでかっこいいとこもあるので、ぜひ結構ジャンプ作品って海外で有名じゃないですか。ドラゴンボールとかワンピースとか、同じくワールドトリガーもジャンプ作品の中で結構長い間やってて、本当に知ってる方は知ってるんですけど、本当に面白い作品なのでぜひ見てほしい。漫画で9までです。9巻までお願いします。9巻まで見たら沼るんですね。9まではぜひとも読んでいただきたい。もう9まで読んだらもう絶対次の10巻がもう読みたくてしょうがなくなると思うのでお願いします。9まで。はい、いかがでしたでしょうか。知っている人もいると思うけど、私の一番ハマったアニメは僕のヒーローアカデミアです。もう本当にアニメは最高ですね。1年 A 組の成長だったり、もう登場人物のそれぞれの個性だったり、もう本当にね、見れば見るほどもう沼っていくアニメですね。でこの動画を編集しながら、次は僕だけレベルアップな件っていうアニメを見てみようかなって個人的に思いました。ぜひ皆さんのハマったアニメだったりおすすめしたいアニメとかあればじゃんじゃんコメント欄にコメントしてほしいです。次回もアニメに関する、動画なので、見逃さないためにも高評価とベルマーク本当に忘れずにお願いいたします。それでは最後まで見てくれて本当にありがとうございました。また次回もお会いしましょう。 Okay, this is Axel channel. Don't forget to watch every content of this
channel and it's gonna be a lot of fun. Please stay tuned. Okay.